ザンスカール戦争。宇宙世紀153年。地球圏の秩序はすでに崩壊の淵にあり、かつて隆盛を誇った地球連邦政府は、その統治能力をほぼ喪失していた。行政機能は停滞し、連邦軍は組織としての一貫性を失い、官僚機構は腐敗と惰性にまみれ、地球と宇宙の関係を維持するだけの求心力はすでに失われていた。人類はもはや従来の秩序に依存することができない段階に到達していたと言える。こうした空白の時代に突如台頭したのが、サイド2を拠点とするザンスカール帝国である。彼らはマリア主義と呼ばれる宗教的平和思想を掲げ、その背後で巧妙に軍事体制を構築し、思想情報軍事を三位一体とする新たな支配体制を樹立した。マリア・フィアーモニアを象徴的指導者とするこの国家は、精神統合と秩序回復を謳いながら、実際には恐怖と弾圧を伴う苛烈な独裁体制を進行させていた。ザンスカール帝国は正規軍組織ベスパを中核に据え、優れた技術力を背景とする新型モビルスーツ部隊を整備した。従来の連邦軍の戦力とは一線を画し、機動性、火力、機体性能の全てにおいて上回る最新鋭兵器軍が次々と投入されていく。大気圏内を自由に飛行可能なビームローター搭載機や、精神艦砲兵装を備えたモビルアーマー、ビームシールドを標準装備する戦術汎用型モビルスーツなど、機体の多様性と高性能化が同時進行で進められた。彼らはまずヨーロッパ戦線を中心に地球への上陸作戦を敢行。拠点都市の掌握と反抗的民衆への制裁を強行する。その象徴ともいえるのがギロチンと呼ばれる公開処刑装置である。これによりザンスカールは恐怖をもって秩序を強要し、思想的服従を強固にしていった。このような時代にいかなる正規軍の支援もないまま立ち上がったのが、市民によって組織された抵抗勢力リガミリティアであった。限られた物資、わずかな人員、断片的な技術情報をかき集めながら、彼らは地球と宇宙の自由のために独自にモビルスーツを開発し、実戦へと投入していった。彼らの切り札がビクトリーガンダム。そしてその後継である V2 ガンダムである。これらの機体はモジュール式設計と高出力ジェネレーター、さらにはミノフスキードライブを搭載し、機動性と火力の両面においてザンスカールの主力機に対抗可能な性能を持っていた。これらの機体を狩ることになるのが当時わずか13歳の少年ウッソ・エビーンである。ウッソは生まれながらにして卓越した空間認識能力と反応速度を備え、短期間で V ガンダムの戦術運用を体得。実戦においては複数の敵機を相手に渡り合い、時に撃破し、時に部隊の中核として機能した。彼の傍らには精神的支柱としての存在、シャクティカリンがいた。シャクティは平和を祈り続ける少女でありながら、その血筋はザンスカール帝国の象徴であるマリア女帝に連なるとされ、彼女自身が戦局の鍵を握る存在となっていた。ウッソは彼女を守り抜くことを信条とし、その決意が戦闘における限界を超える原動力となっていく。またウッソの周囲にはリガミリティアの精鋭たち、ジュンコジェンコ、オリファー・イノエラが存在し、彼を戦士としてだけでなく一人の人間として導いた。彼らの教えはウッソがただの兵器に脱することなく、
誰かを守る力として戦うことの意味を示し続けた。ザンスカール帝国の戦力はその後さらに拡大し、最終段階においてエンジェルハイローと呼ばれる精神波干渉装置を実戦投入するに至る。これは敵味方問わず人類全体の戦意を消失させ、思想的統合を実現するという恐るべき兵器であった。倫理の逸脱、意志の強制、そして精神の暴力。ザンスカールの戦争はついに物理的戦闘を超えて人間の精神領域へと侵攻を開始したのである。エンジェルハイローをめぐる最終決戦において、ウッツォは単身その中枢部へと突入し、かつての友人カテジナ・ルースと再会する。カテジナは戦争の中で心身ともに変質し、敵として何度もウッソの前に立ちはだかっていた。二人の戦いはもはや勝敗ではなく、何を信じて生きるかという人間の根源的な問いを掛け合うものとなる。最終的にカテジナは敗北し、視力と記憶を失い、戦場から姿を消す。シャクティはウッソの手によって救い出され、エンジェルハイローは無力化された。こうしてザンスカール帝国は崩壊し、戦争は終結を迎える。しかしそれは平和の回復を意味するものではなかった。地球連邦政府の再建は果たされず、各地の勢力は群雄割拠の時代へと突入する。ザンスカール戦争は宇宙世紀の崩壊と次の時代への移行を象徴する事件として人々の記憶に刻まれることになる。戦争が残したのは勝者ではなかった。ただ一つの問いであった。力とは何か、支配とは何か、人は何を守るために戦うのか。その問いに最も近づいたのがウッソ・エブインという小さな少年だったことに、歴史の皮肉と希望の光が同時に宿っている。チャンネル登録、高評価お願いします。